人物写真をうまく撮るコツをこれからもう6点ですね。6点を紹介したいと思います。まず1つ目、光をうまく読むこと。まあ当たり前じゃないですかっていうことになっちゃうんですね。はい。当たり前じゃないんですよ。まずね、言いたいのは結構ね、世の中にいてる人物写真というのは逆光と反逆光ほとんどじゃないですか。逆光撮った方がいいんですよ。反逆光撮った方がいいんですよ。逆光とか、人物に顔に変な影がないじゃないですか。はい。あるいはゴールデンアワー撮った方がいいじゃないですか。3時、4時、5時ぐらいとか。あるいは朝早朝、6時、7時とか。別に撮りやすいということは間違ってないんですけど、イージーモード。ね、人物写真撮れる方だったら、こういうね、いわゆる逆光とか反逆光とか、ゴールデンアワーとかは、いわゆるね、つまらない写真の光になっちゃうんですよ。はい。なぜつまらないっていうのは、撮りやすいから。誰も撮れるんですよ。誰でも撮れるから、仕事の時は安全策でこういうのは使まあ、たまにあるんですけど、例えば、今日はこういう作品撮りたい。ちょっと今まで他の人と違う作品撮りたいときは、ね、こういう光使うとね、平凡な写真になりやすい。まず一つ。もう一つは、人光とか、光が結構バーンって入って、影が出るじゃないですか、人光。結構ね、初心者ね、人光怖い。影出たら怖いっていうのは多いので、まあそれしょうがないですね。練習足りない。はい、練習足りない。人光はめちゃめちゃいい光ですよ。ちゃんとコントラストを、ちゃんとね、光の角度とか、光の方位、光の角度、光の強度をちゃんと分かれば、人光はめちゃめちゃいいんですよ。やべえ。自分からやべえって言ったんですね。はい。だって人光でいい写真撮れなかったら、もうほぼですね、イージーモード、まあ、レンズ解放と一緒感じですね。光が読んでない、読めない人です。読めない人です。はい。で、こういうね、私の話聞いたら、世の中の先生たちとか YouTuber さんたちとどれぐらいの光読めない人多いか、ひどいか、皆さん分かってます？もう分かってますよね。はい。いつもね、イージーモードに逃げてですね、逆光とか反逆光とか何も光ない、曇りが取りやすいですよって、はぁみたいな感じですね。曇りが取りやすいっていうのがもう言わなくてもわかる。で、取りやすいとかじゃなくて、いい写真撮るかどうかの話ですね。わかりますか？何も光のコントラストない光だったらもうクソつまらない光ですよ。わかります？だからちゃんと普段ね、皆さん自分の写真とか人物写真撮るときの練習するときは、人工の時とかいろんな光の環境の光の、状況ですね。読んで練習してください。いいですか？ 1 点目からやばいでしょ。2点目。人物写真撮るときは構図を意図してみてください。意図ね。構図を意図してみてください。自分がよく言ったのは、構図をあまり、勉強しなくてもいい。あるいは、世の中の構図の説明は後出しが多いじゃないですか。後出し。大体は、三分割とか、中央の日の丸構図とか、なんとか設計図書いてる人もいるので、それは全部無視してください。そういう情報ね、意味ない。意味ないんです。で、私が言ったのは、構図を意図するというのは、人物はここに置くか、ここに置くか、横に置くか、頭とか体切ってもいいし、それは何でもいいんですよ、実は。はい、正解がないんですけど、なぜここに置くかというのは自分に聞いてみてください。なんで人物左に置いて余白横に取るか、なんで人物ここに置いてここの余白取るか、余白を残すときの目線はどこに誘導するか、それが全て構図ですね。やばいでしょ。今日の話も有料級というよりもうやばすぎるじゃないですか。撮るときを意識するんですよ。撮る前はあまり意識しない。誰も撮る前に構図意識するというのはもうダサい写真決まってる感じですよ。撮るときの中からファインダー覗いて撮ることが重要です。で、ミラーレスみたいな画面を見ながらですね、熱い iPhone みたいな感じで撮ってる人が多いじゃないですか。もう明らかに構図がうまくならないんですよ。はい。よっぽど自分の腕が元も上手い人だったらいいんですけど、大体初心者たちですね、画面を見ながら撮るとですね、構図がいまいちの人がほとんどです。ファインダー覗いて、ちゃんと今の構図が意図してるかどうかですね。そこが結構重要です。結構重要です。OK？ 3つ目ね。アングルとレンズ選び。これも人物写真をうまく撮るかどうかという行為というより、まずアングルね。最近は、ミラーレス持ってる人多いんで、ミラーレスね、持ってる人多いので、ミラーレス撮るときはさっき言ったファインダーあまり見る人、少なくなってるですね。画面を見ながら撮る。そうすると、
知らないうちに、ローアングルで撮ってる人が多いんです。はい。普通にね、下が、なんていうか楽ですね。持ちが楽なので、下からピュンって、手首ですね。ピュンってやるんですよ。そうするとね、知らないうちに、すでにローアングルになってる感じです。知らないうちに、アングルはほとんどローアングルが多めになっちゃうので、極端というとですね、相当拡張するの感じだったらローアングルですけど、まあ、大体平行か、やや上のアングルも多いので、それね、ファインダーが望まないとですね、それがなかなか取りづらい。っていうところもあります。だからアングルがめちゃめちゃ重要なので、そこがまず、意識してください。次はレンズ選びですね。単焦点レンズが結構騙されて皆さん買ってる人が多いんですけど、騙されてます。はい。おめでとうじゃなくてですね、残念っていうことですね。残念。はい。なぜなら、こういう先生たちとか YouTuber さんたちは、レンズを PR したい、マージンもらいたいから、皆さんね、一生懸命、いろんな単焦点レンズですね、ごまかしてですね、買ってくださいということになっちゃうので、関係ないんですね。皆さんね、特に初心者の方は、最初、ズームレンズ使ってみてください。いろんな焦点距離ですね。いろんな焦点距離の表現が違うので、距離じゃないんですよ。はい。例えば、50mm レンズ持って、もうちょっと引いたら、広角取れますかって取れないんですよ。距離は足で運んで調整するんですけど、画角の角度は決まってるんですよ。例えば50はこういう感じ。ね、50はこういう感じ。で、24はこんな感じですよ。で、85はこんな感じですね。これで自分の足で運んで調整できないものなので、もう単焦点は最初買ってきたらね、相当自分取れるものは縛られてるので、私の今の話聞いたら、どれぐらい今までの YouTuber、機材系 YouTuber とか、しょうもない先生たちに騙されたというのは分かってます？はい。やばいでしょ？ズームレンズですね。ちゃんとズームレンズを利用して、角の、焦点距離の視覚の角度ですね。意識して理解した方が、よりですね、自由自在を表現できる感じです。今の話やばい。やばいでしょ？めっちゃやばいですよ。はい。お金払っても他のところですね、教えてくれないと思います。次ね、カメラの設定のポイントですね。私の公式 LINE まだ登録していない方はすぐ登録してください。公式 LINE。公式 LINE 登録したら、無料の動画ですね、20本か30分ぐらいですね。結構多いので、まず無料の動画ですね、マインドセットとか、カメラマンどうやっていくかというのは全部あるので、受け取ってください。で、受け取ったら無料の動画とかボタンあるので、押したらリンクが出てくるので、まずね、皆さんね、公式 LINE 登録してみてください。ちゃんと勉強したい。ちゃんと今までの思ってる内容を確かめたい。ちゃんと写真で稼ぎたい。ちゃんと本当のスタジオ撮影、ライティングの話を聞きたい方は、私のライティングコース、内容を見てみてください。今月1月はすべて満員なので、2月はまだチャンスあります。で、連チャンもあるので、遠方の方も来やすい。で、3月、4月の日程も出てるので、私の投稿とかプロフィールリンクですね、内容一回チェックしてみてください。いいですか？カメラの設定は基本はマニュアルモードでやるので、マニュアルモード。はい。カメラ初心者でもですね。マニュアルモードは、結局ね、1枚の写真撮るには、ISO、絞り、シャッタースピード。この3つのことを決めれば、写真撮れるじゃないですか。OK。じゃあまずね、どれから決めた方がいいっていう感じ。まずね、ISO から決めますよ。ISO でもいいし、ISO でもいいし、呼び方何でもいい。ISO 皆さん分かってますね。ISO で決めます。結構ね、今ね、いろんな世の中ね、ISO オートとか、最後 ISO で調整する人いるんですけど、それがもう結構間違ってます。間違ってます。まず ISO で決める。ISO が結構重要です。はい。みんなね、結構分かってないんですよ。ISO の意味が。ただの露出調整みたいなボタンになっちゃうので、全然間違ってます。それね、他の人もあまり教えないじゃないですか。教えないですよ。ISO から設定してください。まず ISO を決めて。オートをしないんでね。ISO オートを使うんだったらもう写真やめた方がいいんですよ。はい。言い過ぎた。次は絞り。絞りは開放あまりしないでください。はい。別に開放しちゃダメとかないんですよ。最初は開放慣れていくと、自分の写真では絞れなくなっちゃうんです。絞れたらですね、全部入ってる、お、怖い、いい写真撮れないみたいな感じ。もうどんどん弱くなっちゃうので、最初絞っていって、絞ってからやっていきましょう。はい。絞ってからやっていきましょう。で、最後はシャッタースピード。ね、今はね、手ブレ補正とかいろいろ、結構余計な機能が結構入ってるので、シャッタースピードは、極端というと、遅くても別に今ブレない写真結構多いんですね。結構あんまりブレないんですね。だから、シャッタースピードは、例えば胴体とか止めるとか、そういう別として、普通の人物写真は、シャッタースピードで最終的に露出調整になる。はい。だから順番として ISO 絞りシャッタースピード。
で、すべてマニュアルモードで撮る。わかりますか？で、結局ね、上手くなったらマニュアルモードになるので、最初からマニュアルモードで撮った方が、早くですね、上手くなる。ということです。A モード最初やってとか、そういう先生いるじゃないですか。はい。遠回りね。それもやらないでください。マニュアルモードで、順番としては ISO と絞り、あとはシャッタースピードという感じです。ISO オートだったら、露出調整がしなかったら、基本露出は全部をカメラを持ってる適切露出になっちゃうので、じゃあ露出ダイヤルでプラス1にマイナス1に動くんだったら ISO を設定した方がいいじゃないですか。だからそこは自分で矛盾でやってるじゃないですか。フィルムカメラ撮ってる方はわかるんですけど、基本はフィルムは ISO で選ぶじゃないですか。で、入れたらもう ISO を決めるので、それね、写真の原点になるので、まあそこで ISO の話拡大したら、あと1時間くらい喋れるので、ISO は皆さん聞きたいんだったら、またですね、今後 ISO の話ですね、やっていきたいと思います。次、人物写真撮るコツは、人物写真ね、カメラとかじゃなくて、機材とかじゃなくて、被写体をリラックスさせる。当たり前は当たり前ですけど、被写体をリラックスさせるっていうのは、結構ね、やれる人逆に少ない。でも、練習したら皆さんになれるんですよ。で、私は昔はこういう性格じゃないから、で人物撮影で、ほぼ毎日ですね、毎日で初めましての人と出会って撮影する。で、今はもう人見知りがなさすぎるので、誰会ってもですね、すぐ友達みたいな感じで喋れる感じですよ。リラックスをさせるっていうのは、結構ね、自分の人格とか、自分の性格とか、テクニックもあるんですけど、そこで無理やりやるとね、わざとらしい感じがバレるので、逆に相手がリラックスできない。だからそこがいかにリラックスさせる。例えばポーズどうですかっていうことが多いんですけど、人物写真はポーズじゃないんですよ。でポーズは私はさせないんですよ。で、ポーズさせた写真は、基本は古臭い、ダサい写真は多いので、人物ね、リラックスしたら、大体いい写真撮れるんですよ。YouTube のメンバーシップの動画皆さん見てくださいね。私と、モデルさんのコミュニケーションの裏側全部見せてるので、なぜ見ないんですか？特に YouTube 入ってる方。はい、私のメンバーシップですね。入ったら全て見放題です。次。撮影した後の編集。いわゆるリタッチですね。リタッチも大事です。結構ね、撮って出しの人は自慢してる人多いんですけど、撮って出しですね、いらないんですよ。はい。写真撮るというのは、写真撮ってリタッチして仕上がりというのを工程ですね。すべての全工程なので、撮って出しというのは、この仕上がりの部分はカメラに任せるって感じですね。カメラに任せるんだったら自分いらないじゃないですか。だからそこはやらないんで、ローデータ取って自分の思うように仕上がりというのは、そこも意識して練習してください。はい。撮って出しいいという自慢してる人は、だいたいリタッチ下手くそな人が多いので、リタッチのやり方はわからない。多いので、そこね、言い訳しないでください。いいですか？はい。リタッチもめちゃめちゃ大事です。人物のリタッチだったら、現像段階のリタッチと、後の、例えば肌とかいろいろリタッチあるじゃないですか？はい。でそういうのはね、わからない人多いので、わからない人は勉強してください。ちなみに私のライティングコースの4回目ね、私ライティングコースは1ヶ月で4回なので、4回目の時は、私の人物の現像とリタッチの仕方全部見せます。これが分かったら、基本私の今まで出てる、皆さん見えてるリタッチの結果ですね。いわゆるホームページとかインスタグラムに載ってる写真は、それぐらいのものをですね、全部一生の状態やれます。最近なんか AI リタッチとか出てくるじゃないですか。はい。仕事だったら私は何も言わないんですけど、作品とかこれから勉強したい方は、リタッチですね。AI に任せるとですね、写真やめた方がいいんですよ。はい。もういらないんですよ、写真。だから私のライティングコース来てる方は、4回目の時は私のフォトショップと現像の方法、肌のリタッチとかいろいろリタッチ全工程全部見せます。はい。で、人物うまく撮るコツね。今日言ったところは6点ですね。1は光をうまく読む。2番目は構造を意図する。3番目はアングルとレンズの選びをちゃんとする。4番目はカメラの設定の時ですね。設定の順番。5番目は被写体をリラックスさせるために自分が何をすればいいという意識する。5番目は撮影終わったらリタッチも大事。これね、できたらね、自分の人物の写真がきっと上手くなると思います。練習は必要ですよ。でもね、根本的なこういうポイントですね、わからなかったら練習無意味ですよ。
1日1万枚写真撮っても完成できなかったら、あるいは自分が何を足りないのか分からなかったら意味ない写真。意味ない練習です。わかりますか？今日はね、喋りすぎた。カメラ初心者です。スナップ写真だったり、日常風景、人々の雰囲気のいい写真撮ろうと思ってます。写真技術必要になりますか？写真技術はいつでも必要になるんですよ。写真技術があれば自分の表現方法がいろんな自由自在表現できる。でも、もちろん感性も必要。だからそこが、先に技術勉強してからやってもいいし、両方やってもいいし、技術は必ず必要。いつでも必要。はい。ということです。私の公式 LINE 登録してください。私とコミュニケーション問い合わせできるし、無料の動画を受け取ることもできる。撮ってください。撮らないと損になっちゃうんですよ。あとは、ライティングコース。なぜ私はライティングコースでずっとアピールして、打てるような感じでやるんですけど、いいものになってるから、はい、売りますよ。すでに100名近く卒業しているので、ライティングコースね、ちゃんと勉強したい方。今まで悩んでですね、3年間、5年間とかですね、かかって、結局解決しないんじゃないですか。で、私のところ1ヶ月で全部解決するっていうライティングコースね。はい。で、モデルさんも用意して、私の撮り方ですね。撮り方以外のものも全部教える。1回で皆さんね、4名しかないので、少人数で皆さんの意識、皆さんの勉強したいところで、個人個人のほぼカスタマイズやっていくので、それね、参加しない人ね、損になっちゃうというか、自分から言うとですね、あんまり説得力ないんですけど、いろいろ、卒業してる人の感想とか、リールとかショーツとかですね、ショート動画出してるので、皆さん聞いてみてくださいね。だから、悩まないんで、もう勉強したら、後で、技術分かったら、後で一生懸命練習して実践すればいいって感じですね。はい。